一言で言えば絶望的な環境ね。バスの転落場所に戻った私と和樹は、針の動かない方位磁石を突き出しながら、私たちの置かれている状況を改めて坂下部長に説明した。話を聞き終えた部長は、地面の上の岩に腰を下ろしたまま深いため息を漏らすと、額に両手を当ててうつむきながら、そう、わかったわ、とだけ短く答えた。それで、怪我人の方は？そんな和樹の問いかけに部長は無言で力なく前方を指さした。指し示された先には小出律が半泣きになりながら怪我人の診察している姿があった。どうなの小出さん。先生には大きな外傷もないし軽い脳震盪だと思うからしばらく横になっていれば意識が回復すると思う。広岡さんは左のふくらはぎと右の膝を骨折している。飛び出してはいないけど、両方とも完全骨折。意識はしっかりしているけど、だいぶ苦しんでるわ。桜井さんは腹部裂傷。事故の拍子で何か尖ったもの。傷跡から想像すると多分割れた瓶だと思うけど、お腹に突き刺さったみたい。もう出血は止まり始めてる。金田さんは頭部裂傷。右目の上のあたりの額を切ってる。多分何かにぶつけたんだと思う。もう出血は止まってるわ。それで？それでって。本当に見ただけ？治療はしていないの？無理を言わないで。道具も何もないのに。道具があったところで私には無理よ。折れていたら位置を合わせて固定するだけ。裂けていたら縫い合わせるだけじゃない。そんなのやったこともないのに無理よ。簡単だって言うならあなたがやってよ。じゃあ、お湯を沸かしてくださる？え？キャンプの道具の中にガスコンロがあったでしょ？たくさんお湯を沸かして生食を作ってください。ついでに救急箱と釣り道具も発掘してきてくださるとありがたいですね。ああ、はい。わかりました。風見さん、骨折の治療とか経験があるの？ないわ。本で読んだ知識があるだけ。あなたは？失礼。ない。まあ、普通はないわよね。大丈夫なの？経験や自信のある人がいるなら変わるわよ。私だって後から来て人の仕事を奪った出しゃばりな女だと思われたら心外だもの。和樹はくるりと振り返ると、消沈する女の子たちに向けて右手を上げながら、誰か自信がある人はと問いかけた。もちろん誰一人として手を挙げるものはなく、それどころか誰も和樹と目を合わせようとしない。いつの間にか呼び方が和樹になってるんだよね。誰も経験がないのなら誰がやっても同じじゃない？それともこのまま怪我は自己責任ってことで放っておく？それはさすがに。私ね、できることはあったのにっていう後悔が一番悔しいと思うの。そんなわけだから一人ずつ見ていきましょうか。まずは頭部裂傷の金田さんから。金田さんが嫌いだから？ああ、金田さんが一番軽傷だからよ。軽傷の子を見ている間に重傷の子が死ねば無駄な診察をしないで済むでしょ？嫌だわ。なぜ黙るの？冗談を言ったのだから笑ってくれないと恥ずかしいじゃない。笑えないし。ねえ、あなた、友達っているの？そうね。今のところあなただけかしら。だからなぜ黙るの？笑えばいいの？そうね。そしたら私は泣くわ。ごめん。会話の速度についていけない。和樹の指示に従い、
動く体力と気力のあるもので協力して横転したバスの中から救急箱とキャンプ道具、それと釣り道具が運び出された。和樹は集められたそれらの道具の中から使えそうなものを集めると、小切律に渡して沸騰消毒を依頼し、大量のお湯が沸くのを待って一人ずつ診察を開始した。宣言通り、まずは頭部裂傷の金田沙耶からだ。どう？耳はちゃんと聞こえていますか？右と左で聞こえ方が違うとかは？大丈夫みたい。じゃあ手を出して。まずは右手。金田先輩の額の傷はすでに消毒と縫合が済まされ、包帯が巻かれていた。和樹が釣り道具の中にあった釣り針を使って傷口を縫うと言い出したときは、さすがに私も衛生的に問題があるのではと疑問を挟んだが、じゃあ、傷口に瞬間接着剤を流し込んでくっつけちゃう？確かにその方が縫い跡が目立たないと思うけど、と言われ、余計なことを言うのはやめようと決めた。それ以降、私は黙って和樹の言葉をカルテ代わりのメモ帳にメモすることに徹していた。どう？痛い？和樹は金田先輩の右手をつかむと、彼女の人差し指にぎゅっと爪を押し付けた。痛いってば。ごめんなさい。それじゃあ左手は？同じように痛みを感じる？だから痛いってば。まるで金田先輩が嫌がる様子を見て楽しんでいるようにも見えて、私は思わず和樹に声をかけてしまった。ねえ、さっきから何をしているの？彼女、頭を打ったみたいだから、感覚器官や神経で左右に差異がないか調べているのよ。傷口を縫っている時に気がついたのだけれど、彼女、左目がわずかに内斜視なのよ。右目と左目で見えている範囲も違うの。気がつかなかった。私は慌てて手にしたメモ帳に内斜視と書き加えた。あなた、お名前、なんておっしゃったかしら。金田沙耶。ああ、そうそう。金田沙耶。沙耶さんね。いい名前だわ。そう思う？ええ。もし私が犬を飼っていたら、そう名付けたいぐらいよ。犬？ごめんなさい。この人、冗談がきついから。あら、どうしてあなたが謝るの？それは、私があなたのお友達だからよ。あら、嬉しい。私、親友って初めてよ。親友とまで言った覚えはないのだが、ここで余計なことを言えばまた面倒なことになる。その程度の学習はしたのだと思えば、まあ友達というのもあながち嫌味から出ただけの言葉ではないだろう。今すぐあなたを抱きしめてキスをしたいところだけれど、今は金田さんの診察中だから、後でね。ごゆっくりどうぞ。どこまで見たかしら。ああ、そうそう。金田さん、あなた子供の頃に虐待を受けたことは？ないわ。母親に床に落とされたことも？ない。父親や男兄弟に性的な嫌がらせをされたことも？ないわよ。だったら斜視は今回の事故が原因ね。大丈夫、治るらしいから。はい、次の方。こんな調子で和樹は診察を続け、目に見えて外傷のない子にも改め、目に見えて外傷のない子も含め全員の診察を終えた。今の子で最後ね。軽い内身で内出血してる子もいたけど、ほとんどが軽傷ね。一番の重傷は、やっぱり広岡さんね。左下体の脛骨と腓骨が切損。右足は大腿骨の遠位骨が複合骨折。両方とも閉鎖骨折だから細菌感染の心配はないし、一応骨は固定してみたけど、病院に連れて行かないとダメね。
あとは桜井さんのお腹も。ああ、傷口が大きいから重傷に見えるけど、内臓には届いていないし、縫合は済ませたから大丈夫よ。ただ、感染症が心配ね。できれば病院で抗生物質を投与した方がいいわ。とりあえず、やれるだけのことはやったと部長に報告しておいて。私が報告するの？当たり前でしょ？そのためにあなたをお医者さんごっこに付き合わせたのだから。同じ言葉で状況を説明しても、誰の口から出たかで印象は変わるでしょ？きっと私の報告なんか信じないわよ、あの部長。まあ確かに、和樹の余計な一言でまた喧嘩腰になられても困る。部長には、先生には部長から説明してくださいって言っておいて。その程度の手柄は与えておかないと、拗ねられても面倒なだけだし。またそうやって余計なことを言う。これでも、随分と遠慮しているつもりなのだけれど。風見さん？その時、私は初めて気がついた。和樹の顔は赤く紅潮し、息遣いも荒く、汗を大量にかいている。どうしたの？なんだか顔色が悪いけど。これよ。そう言って、和樹が持ち上げた左腕を見れば、紫色になって腫れ上がっていた。ちょっと、これどうしたの？折れてはいないようだけど、ひびは入っているみたい。いわゆる不全骨折というやつね。その左腕ってまさか、バスの中で私が踏んでいた場所？私のせいで？事故の直前にとっさにシートベルトを腕に巻きつけて衝撃に備えたせいよ。ただでさえ負荷がかかっているところにあなたに踏んづけられてとどめを刺したのだとしても、そもそもあなたのせいで事故が起きたわけではないでしょ？それはそうだけど、でも私があなたを下敷きにしてしまったから。気にしすぎよ。それとも、もし私があなたのせいだとわめき散らしたら、あなたは自分の腕を切り落として私にくれるの？ごめんなさい。それは無理。だったら気にしないことね。私も気にしていないわ。落ち込まないでよ。本当に気にしていないから。どうしよう。もう少し優しく言った方が良かったのかしら？大丈夫なの？痛いわよ。でも泣くほどではないし、泣いて痛みを紛らわせるほど子供でもないわ。ごめんなさい。あなた、自分を罰してくれる人がいないと落ち着かないタイプ？まあいいわ。だったらこの左腕のことは貸しにしておいてあげる。貸し？そう。叱る時に望まれれば、あなたは私の命令を拒否できない。それで許してあげる。今言ってくれればすぐに従うのに。嫌よ。いい？貸しっていうのはね、返してもらわない方が大きな利益を生むのよ。覚えておきなさい。心配しないでいいのよ。私も別にお友達から高い利子を巻き上げようとは思わないから。そう言ってとても同い年には見えない老成とも言える完璧な作り笑いを見せた和樹を見て、私はもしかしたらとんでもない人間に弱みを握られたのではないだろうかと後頭部でじわりとにじむ嫌な汗をかいた。我がバスケットボール部の顧問である越智義彦先生の意識が回復したのはそれから30分後。坂下部長から簡潔に状況を聞かされた先生は生き残った学生たちを呼び集めるとその場に座らせた。そもそも事故の原因は何だったのですか？授業中にそうするかのように坂下部長は右手を上げると口を開いた。
まるでマイクロバスを運転していた先生を責めるような部長の口調に、まだ若い先生も眉を潜めるようにして険悪を顔に出した。わからん。急にハンドルが取られて慌ててブレーキをかけたが止まりきれずにそのまま崖下に転落した。おそらくはパンクだろう。ではパンクの原因は何なんですか？俺が知るわけないだろ。今目覚めたばかりなんだぞ。大きな声を出さないでください。みんなが不安なんです。先生がそんなことでは。面白いね。この問答で結構わかるでしょ？ね、さっきまでこれが部長の役目だったわけよ。うん。逆のことを。ね、和樹に対して大声でギャーって言っとったやろ？ね。みんな不安なのに。ね。先生がそんなことではっていうので、結局典型的なね、虎の意を狩るじゃないけどさ、先生がっていう肩書きを持ち出すことで、相手を制御しようとしとるっていう。うん。わかっている。そんな不毛なやりとりがもう10分も続いている。うん、主導権争いだな。状況が状況だけに誰もが余計な口出しをせず、事の成り行きを見守っているだけ。理性をなくしたかのように大声で怒鳴り合う部長と先生を見ては、不安から泣き出す子も出始め、それを理由に部長は先生を責め立てる。陰鬱と怒声が支配するその場の空気の中、風見和樹ただ一人だけがニコニコと微笑んでいて、そっと私に顔を近づけると、小さな声でボソボソと語りかけてきた。いやーね。どんな時でも自分以外の責任が確立しないと落ち着かないのかしら。今は原因や責任の所在より、話し合うべき重要なことがもっとたくさんあると思わない？至極真っ当な意見だけれど、それを私に耳打ちした上に同意を求められても困る。同意を示したところで私にはこの場を、まとめ上げる力はないし、何も状況は変わらない。それどころか状況をさらに悪化させる原因にもなりかねない。そこ、こそこそと何を話しているの？それ見たことかというやつだ。こんな状況でこそこそと内緒話をしていれば、当然のごとく見咎められる。さて、どう言い訳をしたものか。そう逡巡する私の横で、和樹は、発言をよろしいでしょうかと、すっと右手を上げた。パンクの原因ですが、おそらくは廃材を積んだトラックの荷台から何か鋭利な金属片のようなものが落ちて、それを私たちのマイクロバスの前輪が踏んだのだと思います。根拠はあるの？バスのタイヤを見てください。和樹の言葉に促され、その場にいる全員が横転して腹を見せているマイクロバスの前輪を見た。右側の前輪が一周分きれいに切り裂かれ、パックリと縦に割れているのが見て取れた。そう。例えば尖った金属の板のようなものを踏んでしまい、そのまま車体のどこかに引っかかって回転するタイヤを連続で傷つけ続けた結果、最後にタイヤが破裂したのではないかと。身振り手振りを交えてそう説明する和樹を見て、その場にいる者全員がなるほどと納得する思いだった。今時の車のタイヤは釘を踏んだ程度なら一瞬で空気が抜けてしまうことはないそうですが、金属片でタイヤを裂かれてしまえばどうしようもないわ。また、そんなものを踏んづけた先生が悪いわけでもない。たとえタイヤが裂けてパンクしても、直線道路であったら安全に止まることはできたはず。あえて何が悪かったのかというのを決めるのであれば、カーブの途中でタイヤが破裂したという運のなさが一番悪いわ。そんな悪運の中にあって、ここにいる私たちは少なくとも命だけは助かった。今はその幸運をどう大切にするかというのが大切じゃないかしら。こんな状況で私たちに何ができると？絶望しないための努力なんてどうかしら。つまり、前向きな希望探しの話し合いなんて素敵じゃないかと私は思うのだけれど。
貧乏を嘆くより宝くじが当たったら何を買おうかと考える方が夜はよく眠れる。それは和樹の言い分だが、それを直接口にすれば反感を買うのは目に見えている。そこで私が和樹に促され、メモを片手に私の口から改めて詳細な報告を行うことになった。周囲は獣道すら存在しないうっそうと生い茂る樹海。崖の斜面は逆すり鉢状になっていて、這い上がって道路に戻ることは不可能。携帯電話の電波も届かない。生きて脱出するには道路と反対側にある広大な樹海の中を歩くしかないが、樹海の中にはおそらく隕石か何かだろうか、密度の高い金属が埋まっているようで、質量集中が発生しているらしく、方位磁石も機能しない。ことによると、この逆すり鉢状の穴は隕石の落下でできた陥没である可能性が高く、その証拠に斜面は瞬間的に発生した高熱による融解で岩肌がガラス化している。こうしてメモを読み上げているだけでうんざりとしているようなこの状況で、果たしてどこに希望を見出せというのか。こうなってしまえば、下手に動き回っていたずらに体力を消耗するより、おとなしく救助を待った方がいいわね。はい、それが最善かと。この不安な状況から一刻も早く脱したいという思いはあるが、あてもなく動き回っても生還できる保証は何もない。だったらせめて生還の可能性が見えてくるまで周辺の調査を続けつつ救出を待つべきだ。私は部長の決断にほっと胸をなで下ろした。あら、それはどうかしら。背後で上がったそんな声に私はぎくりとして振り返った。主の声はこの場の演出を命じた張本人、風見和樹。みんなが短気を起こして無謀な行動に出ないように論理的に説明しなさいと言っていた和樹本人がまとまりかけたこの場の空気を乱すような言葉を発する意味がわからない。私は思わず和樹の顔をじろりと睨みつけた。どういう意味かしら？何か反論でも？ええ、確かに下手に動き回ったところで生還できるという保証はどこにもない。けど、待っていれば助けが来るという保証もどこにもありません。それぐらい私にも分かっているわ。一生ここで助けを待つつもりはないけれど、十分な調査もしないまま密林に踏み込むのは自殺行為だと思わなくて？十分な調査とは何をもって十分と判断するのですか？食料どころか飲み水すら潤沢ではないこの状況で腰を据えて考えている余裕があるとは思えません。それならいっそ気力と体力が充実している今のうちに腰を上げるべきかと愚行しますが。それは本当に愚行よね。私たちのような素人が考えるほど山は甘くないわ。私の判断が気に入らないのなら、どうぞあなたお一人で森に入られて結構よ。口が過ぎたようです。申し訳ありません。わかればいいのよ。和樹がこの場に異論を挟んだことも意外なら、あっさりと意見を引っ込めたのも意外だった。私は無言のまま目線で和樹に問いかける。どうしたの？そんな私の視線に、やはり和樹も無言のまま目線で顎でしゃくるような仕草で返事をよこす。いいから次へ。それでは次に私たちがするべきはベースキャンプの確保になります。横転したバスから使えそうな道具を持ち出す作業に取り掛かるというのはどうでしょう？そうね、そうしましょう。では手分けをして作業に取り掛かりましょう。それでよろしいですね、先生。ああ、そうしよう。あとはバスの中から荷物を回収する班と、回収された荷物を整理し、テントを張る班に分かれ、それぞれがただ黙々と作業に徹した。
体調に恵まれた私は回収班に回され、横転したバスの中に潜り込んでは荷物を運び出すという作業に従事する羽目になった。作業自体に肉体的な苦痛は感じない。ただ、バスの車内には転落時に即死した2名の亡骸がそのまま放置されていて、そばを通るたびに恨みがましくも見えるその表情が嫌でも目に入り、その度に下唇を噛みしめて気力を振り絞る羽目になり、知らず知らずに神経がすり減っていく。薄暗いバスの車内の中、あらかた荷物を運び出し、残るは死者の個人的な荷物を残すだけになった。何度もそばを通ったせいか、亡骸の無念に満ちたような表情にもいくらか慣れた。というか、麻痺したというのが正解か。私は2個上の先輩にあたる、家内でいいのかな？家内先輩の亡骸に両手を合わせると、ごめんなさいとつぶやいて先輩の荷物を引っ張った。どう？急に大きな声を出さないでちょうだい。耳が切なくなるわ。かずみさん。びっくりした。急に声をかけないでくれる？急ではない声のかけ方ってあるの？なんなの？何か用？手が空いたから死体から私物を剥ぎ取るのを手伝いに来たのよ。その言い方はどうだろう？どうせ聞こえちゃいないわよ。そう言うと、和樹は家内先輩の開いたままのまぶたをそっと閉じた。もう一体は？あっち、2年の小沢先輩。小沢？ああ、自己管理のできていない体型をした人ね。どうして素直に太ってるって言わないの？そんなことを言ったら彼女が傷つくじゃない。どうせ聞こえちゃいないわよ。まあ、なんて罰当たりな。あなたがそれを言う？私は毎週日曜日の朝には教会に行くわよ。本当に？そうか。私は笑えばいいの？もう遅いわよ。デブの先輩は私に任せて、あなたはその荷物持って外に出ていなさい。デブって。この問答もちょっと面白いよな。まあこれはなんか勘ぐりすぎっていうのもあるかもしれんけどさ。ね、最初はさ、なんだ？死体に対して、ね、その言い方はね、死体から私物を剥ぎ取るのを手伝いなさいっていう強い言葉を使って、天音はさ、それをどうなんだろうっていうわけやねんか。けど、どうせ聞こえちゃいないわよって返して、ね、そこで、なんかデリカシーのないみたいな感じの印象を天音に与えるわけやねんか。で、その後、逆のことをするわけよ。ね。自己管理ができてない体型をした人ねって、どうして太ってるって言わないのって返されたら、そんなことをしたら彼女が傷つくじゃない。どうせ聞こえちゃいないわよって。まあなんて罰当たりな。さっきと立場が逆になってるんよね。その言い方はちょっとっていう。であなたがそれを言うって。ね。それで、私は毎週教会には行くわよって。本当にみたいな。ね。もう遅いわよって。で、デブの先輩はっていうので言ってね。ここで倫理観を一致させるというか、ミラーリングってこういうことなんかな。例えば、相手のことを猿真似するっていうのじゃなくて、こういう意識的な問題でさ、相手に合わせさせるっていうのもミラーリングだったりするのかしらね。だから、すごくね、これ結局さ、和樹っていう前例があるからこそ、天音は、太ってるみたいな言葉を言うわけやねんか。もしかして気落ちする私を笑わせようとわざとこんな口を聞いているのだろうか。和樹という女は本当につかみどころがない。言っていることがコロコロと変わる。そういえば。さっきはどうして急に部長に反論を？あんなの予定になかったじゃない。これさっきのやつの答え合わせやね。
さっきのももちろん、感づいとる人は多いと思うけど、意図があったわけよ。ああ、あれね。あなた、あの時の部長の顔を見た？見たけど。あなたの口から状況説明を聞いているうちは良かったのだけれど、あなたが会話の主導権を握り始めた途端に不機嫌な顔になったのよ。だから、あの人がおかしな反発意識を持つ前に、私が反論してみせたのよ。私が口を挟めば、あの人は当然噛みついてくるだろうし、その上で私を言いまかしたとなれば、しばらくは機嫌も良くなるだろうしね。人心掌握ってこういうことを言うんやろな。じゃあ、わざと？もしあの場で私が口を挟まなければ、食べ物が心もとなくなる3日後ぐらいには音を上げて脱出しましょうと言い出すかもしれないでしょ。でも、私の意見を押しのけて通した意見を覆すとなれば、私の意見が正しかったと認めることになる。和樹に対する部長の意地がこの場に踏みとどまる強固な理由になる。そこまで考えて。長いスパンで見れば、負けることで得る利益もあるということよ。こんな状況では一瞬先の自分すら想像できないかもしれないけれど、10日後の自分を想像して行動しなさい。私、あなたのそばにいると息が詰まりそうだわ。そうでも、短くもたった一度の人生よ。一人ぐらい天才と知り合いになっておくのも悪くないわよ。天才か。っていうか、自分で自分を天才って言っちゃうんだ。人に言われると腹が立つけどね。あなただって人にバカだと言われれば腹は立つのに、自分のことを私バカだからと言って相手を油断させるでしょ？実際バカだもの。あら、あなたはバカじゃないわよ。本当のバカっていうのはね、天才を敵に回す人のことを言うの。私たちって確かお友達だったよね。そう。あなたのそういう頭の回転の速さは私気に入っているわよ。恐縮です。何なんだろう、もう本当に。きっと彼女にとって私っておもちゃのような存在なのだろう。こうして他人にいいようにあしらわれることに不快感はあったが、結局は私が逆らわないことを、きっと和樹は理解している。それにもまた腹も立ったが、どうこせば笑えてくるのもまた事実。何かを諦めるように大きなため息を一つ漏らすと、私は死体から私物を剥ぎ取る作業に集中することにした。横転したバスからキャンプ道具や私物を運び出し終えるのに1時間。が、ここで大きな問題に直面する。バスの中の2名の亡骸をどうするのか。という問題だ。手分けして全員で運び出すというアイデアも出たが、バスの車内という空間的な制約で全員で作業を進めるということはできない。下手に触れずそのままの状態にしておいた方がいいという意見も出たが、それは和樹の放った今日は暑いわね、死体ってどれくらいで腐り始めるのかしらという一言で否決された。その場に集まった誰もが言葉をなくし、ただ一人の男性である越智先生にすがるような目を向ける。そして数分後、両手を膝について腰を上げた越智先生の口から俺がやろうという言葉が出た時は、その場の全員が安堵の息を漏らした。一人横転したバスの中に身を入れた越智先生は、まずは金井先輩を抱きかかえるようにして出てきた。その様子を見ていたのは私と和樹、そして坂下部長だけだった。他の者は目を伏せたり背を向けるようにして知り合いの亡骸を視界に入れないようにしているようだ。その光景にはどうしようもない現実があるからだろう。目に入れてしまえば見たくもない現実を嫌でも認識させられる。実のところ私はバスの中で荷物を集めているとき、金井先輩の体も運び出そうと思い一度だけ手を触れた。
その時私は太陽の抜けた人の体とはこんなにも冷たくなるものかとドキリとし、一瞬で手を離してしまったのだ。母方の祖母の葬式で、おかんの中の祖母の亡骸に触れた時は、それほど驚きは感じなかった。いずれはと覚悟していた祖母の死と覚悟の余裕もない突然の死では、触れた時の温度が違う。それこそ背筋が凍るような冷たさなのだ。私はもうあれに触れるのは真っ平だ。粛々と亡骸が運び出される様子を見守りつつ、思わず手を合わせて、冥福を祈る私の背後で小さなささやき声が上がる。ねえ、あの死体どうするのかな？どこかに埋めるんじゃ？勝手にそんなことしていいのかな？救助が来た時怒られない？救助がすぐに来るとは限らないでしょ？このままにしておくわけにもいかないよね。夏だし、ね。そんな私たちの不安を読み取ってくれたのか、越智先生が遺体を離れた場所に埋めてくることが決まった。少なくとも目の届く範囲に置いておくわけにはいかない。目の前で腐っていく死体を見れば、精神衛生に支障をきたす可能性があるからだ。こういった状況ではパニックが一番怖い。そういった意味でも私たちは単独で行動しない方がいい。そこで二人一組のペアで1単位とし、互いに互いをフォローし合うと聞こえはいいが、結局のところお互いの異常行動を監視し合い、一人が問題を起こせば二人の連帯責任というルールが決められた。まあそんなルールが決められた時点で8割方確信はしていたのだけど、風見和樹は当然といった稼働で私をパートナーに指名してきた。というわけだから、これからもよろしくね。言いながら和樹はなんだこれ、腕釣り体？わからん。で、釣られた左腕を見せつけてくる。私はあなたのせいで腕が不自由なのだから当然でしょうと言外に語っているつもりなのだろう。私にしても和樹と一緒に行動することに異論はない。これまでの行動から判断するに和樹は頭が良く知識が豊富だ。和樹と行動していれば間違いはないと思える。借りは返さない方が一番有効なんだね。それでもなんだか釈然としないというか、腑に落ちないというか、このまま彼女の言いなりというのも面白くない。いじめ目的以外で私を選んだ理由があるのなら聞かせてもらえないかな。いじめるために選んだのよ。文句があるなら聞いてあげる。対処はしないけれど。それって言うだけ無駄じゃない。ストレスは減るわよ。長生きしようと思ったら溜め込まない方がいいわ。特に今のような状況ではね。ああ、そう。他に何か質問は？私をいじめて楽しい？不思議。どうして聞きたくもない答えを聞きたがるのかしら。はっきりと言葉にしないと興奮しないタイプ？聞くんじゃなかったわ。大丈夫。私は神聖のサディストだから、きっとうまくいくわ、私たち。そう言って和樹は無事な方の右手を差し出してくる。その手の意味を一瞬理解できなかった私はボケッと和樹の顔を見返してしまった。あなたも手を出してくれないと、私一人では握手はできないわ。そうか。握手ね。風見さんに握手なんて一般的な概念があったことに驚きだわ。私のことは和樹さんでいいわ。あなたのことはあまねちゃんでいいかしら。
うん。それじゃ、改めてよろしくね、あまねちゃん。こちらこそよろしく、かずきちゃん。私は和樹の差し出した右手を力いっぱい握りつぶしてやった。比喩ではなく、本気で力いっぱい握ってしまえば簡単に潰れてしまいそうなほどに小さな和樹の手。先の見通しがつかない状況の中で、この小さな手が私を救ってくれるような、そんな気がした。